はい、皆さん、こんにちは。釣り京です。夜の人はこんばんは。はい、結構ね、今、いろんなリグのね、僕なりの使い方、基本だろうと思うやつから、自分の思い出とか、いろはとかね、紹介させていただいてます。また、改めて見てください。今日はね、キャロ行きましょうか。ヘビキャロ。ヘビキャロは仕掛けはもう、わかりますよね。こういう仕掛けね。僕これビーズつける昔からの派なんでビーズつけたりします。つけんでも大丈夫です。今つけてへん人が多いかな。あとね、三つ股キャロっていうのはあれやったらもっとね、バスがね、違和感なく引っ張ってくれるんで、おすすめです。それも載せておきます。はい。基本的にはこれが最初のヘビキャロ。重たいシンカー使ってベイトで掘れば、ヘビキャロ。で、ライトキャロ言ってね、スピーニングで掘れるぐらいの重さでやれば、ライトキャロライナーリグって言うんですよね。はい。そしてね、もう一つ言いますと、これね、スプリットショットっていうんですね。はい、わかりますか。はい。もう本当にこれ、何グラムですよ、もう。ね。知ったこと思いますけども、僕がね、テキサスの次に覚えたのはこのスプリットショットでした。これをきっかけに、キャロライナーとね、ヘビキャロを覚えました。思い出はね、釣り行っててね。で、テキサスしかできひんかったから、知らんかったからね。で、他の釣り人さんずっとどういう釣りしはるのかなって見てたんですよ。そしたらね、浜、砂浜とかあるじゃないですか、琵琶湖でも。そういう浜でね、ブワー遠投してね、明らかに僕らよりです。僕らよう掘っても50メートルですわ。さらにもう倍、100メートルぐらい飛ばして釣りしてる人がいはったんですよね、何人か。例えばウェーダー履いて水に浸かってブワー遠投してね。で、その釣り人たちを見てたら結構でかいの釣ったりしてるんですよ。あの釣り方は何だと思って、直接聞いたんですよね。これが、ヘビーキャロライナーリグでした。そしてこんな釣り方あるんだと思って、家に帰って、友達聞いても知らんかったね。その時、高校生やったかな。だいたい、中3から高校生ぐらいだったと思いますわ。はい。テキサスを覚えて、スプリットやって、マスターして、で、たまたま釣り人さんに聞いて、ヘビキャラを覚えた。はい。そんな感じで、勉強して、マスターしたんで、ぜひ、今日もね、基本、多分基本だろうと思うやつから、僕のいろは、おすすめワームとかね、を紹介させていただきたいなと思います。はい、知らない方はね、ぜひこれも本当に武器になるので、おすすめやね。ちなみに、ダウンショットを覚えるまでは、このヘビキャロが、キャロライナとかね、これがね、最終手段でした。その時はね。ダウンショット覚えてから、サスペンドね、動いてるバスを最終的に仕留めるっていうのはダウンショットでしたね。でもこのヘビキャロは、サスペンドからもう前走いけるんですよね。で、広範囲に探れる。それがメリットなんで、やっぱり遠投できるんで、例えばね、ブラックバスのボートさんがいるじゃないですか。あんなとこ届かないでしょ。それは何百メートルも届かへんけど、100メートルは行きますよ。軽くね。ですんで、やっぱり圧倒的な、距離。それはね、やっぱりメリットです。はい。ブラックバスにとってはね。野池とかやったらもう全部、向こう岸まで届いたらできますよ。はい。ですんで、すべてをカバーできるっていう点では、やっぱり絶対持っていただきたいリグやな。必ず武器になるので。僕にとってはこのダウンショットと、ヘビキャロ。
キャロライナは守りの釣りだと思ってます。ですが、その守りの釣りもやっぱりいるんですよ。攻めもいるけど守りもいる。やっぱり、攻めてばっかりでは釣れへん時があるから、守っていかなあかんという。どうしても一匹釣りたいという時はね、守ってくれるんで。で、これね、結構ね、やっていくうちに分かってんけど、あんまり上手、下手くそ、うまい関係ないんで、それでも大きいのが釣れるんで、本当におすすめ。知らない方はね、ぜひ、マスターしていただきたいです。はい、行きましょう。はい、1はね、やっぱり、どんなワームの釣りでも、やっぱりテキサス覚えてから、他の、スプリットもそうやし、脳進化もそうなんやけど、全部ジグヘッドもそうやけども、やっぱり、ズル引き。ズルズル、ズルズル、ズルズル、ね。ズルズル、ズルズル、ズルズル。で、僕がするズル引きは、皆さんは皆さんでいいと思いますよ。浅いところ、例えば野池。野池ってあんまり、水深ないとこ多いんですよ。そういうとこは、縦ストロークね。縦にズル引き。スーッと。竿で持ってね。スーッとズル引き。ゆっくりね。ゆっくりズル引き。ゆっくりズル引きね。で、深いなとか、例えばビアがあったら深いんですよ。こういったらね、おかっぱりから水深30メートルのとことかあるんですよ。そういうとこやったらやっぱりね、横ストローク。スーッと。で、時より、ウイドとか、岩とかスタックしたら止めて、ポンポンってリアクションしたりとか、もしくはゆっくりほぐして外す。その時に、それをハングオフって言うんですけども、当たりが出ることが多いので、要注意ですね。ずり引きしてても食う時はあるんだけども、大抵ね、食う時はね、ウイドに引っかかったりとか、岩にスタックしたりとか、それでポンと外すと、バスが折って、パーンってくる感じ。やっぱり、基本やね、どこの、リグでも、ずり引きは、はい、おすすめですね。はい。二つ目、ツンツンやね。ツンツンっていうか、ジャークツン、ツン、ツン。これね、シンカーの重さをね、忘れないこと。で、そんな、ずっとツンツンしませんよ。例えば2回ツンツンしたら止める。ツンツンしたら止める。止めるのも自分でね、3秒とか5秒とかカウント取ってね、ツンツン止める。ツンツン止める。止めた時にノーシンカー状態になるんで、結局ね、ヘビキャロも、キャロライナにもそうやけど、ノーシンカー状態でワームがふわーっと追ってくれるから釣れるんですよ。やっぱりノーシンカー強いんですよ。ノーシンカー状態でいられるから。自然になるからね。やっぱりノーシンカー覚えて、で、そのキャロライナやった時に分かったんですよね。やっぱりナチュラルにホールしてくれるものに対してバスが好きなんだっていうのがよくわかるんで、はい。ツンツン止める。ツンツン止める。ツンツンでもいいですよ。その時に重さを忘れないことですね。いきなり軽くなるんで、軽くなったら当たりなんで、当たりなんで、忘れないことですね。ぐーっと引っ張る時もあるけども、カーンとか、あんまりないなやっててね、トゥントゥンして、トントン、トントン、ぐーっと持ってったり。そんな感じですね。当たりはね。ツンツン、ジャークかな。ジャーク、トゥントゥン、止める。トゥントゥン、止める。ね、二つ目。はい。三つ目。これはね、ちょっと、あれやけども、リフトハンドホール。トゥントゥン、スー、トゥントゥン、スー。ね、リフトハンドホールですわ。その時に、僕がよくやるのはカーブホールします。ツンツン止めて、ここで止めるんですよ。そしたら、自然に進化がこうなるでしょ。ワームもね、こうなってくれるんですよね。ゆっくり。後で、進化が先にバーって沈んでいって、こいつがゆっくり後でこう、カーブホールしてくれます。その時に、バイトが誘発する。はい。
よく釣れますので、で特にね、狙うポイントとしては、向こう岸を掘ったら、ダウンヒルなところね。ダウンヒルなところ。そしたら、自然にシンカーがプンプンって上げたらね、深い方へ行くじゃないですか、シンカーが。ほな、ワームもそれに沿って、ホールしてくれる。その時に、その、バスが、待機してたバスが食い寄るんですよ。そんな感じ。はい。まあ、リフト&カーブホールかな。はい。巻きキャロ。これも負けんね。キャロで巻くってあんま見たことないんやけども、巻きます。ゆっくり巻く。ゆっくり一定層で巻くのもいいし、水中で見てたんやけども、どうしても巻いてきたらシンカーのが下にあるんですよ。で、タイムラグで、こいつがついてきるんですよね。巻いていくと。それがいいんでしょうね。で、時には、それでポーンと止めんねん。ほな、ふわーってなって、ちょっとな、まあ、ワームで言うたら、ふーっと来てて、タイムラグでね、シンカーがこっち側にあって、ふーって巻いてきてて、で、止めたらシンカーがね、当然落ちるじゃないですか。まあ、もう完璧中層ですよ。そしたら、こうやってカーブホールしてくれる。ほんならもうついてきたバスがブー、バーンってそう。巻きキャロって言うんですけど、まあ、スプリットで、それは覚えたんですけどね。おすすめ。巻きキャロね。はい。細かいこと言ったらいっぱいあるんだけど、そんなないですわ。はい。基本的にはズル引きがよく釣れるかな。はい。おすすめは、結構僕がやるのは、リフト&ホール。例えば、リザーバー行ったら、対岸に届く場所あるじゃないですか。遠投できるんで。そしたらやっぱりね、自然に向こうがダウンヒルなんですよね。それを利用して、リフト&ホールするんですよ。トゥースー、トゥースー、と、ブー持っていきますわ。まあ、そういう感じ。でね、狙うエリアは岬です。岬っていうのは張り出してるところね。張り出してるところの真ん中じゃなくて、その両脇がいいですわ。両脇で、硬い低質の場所。まあ、ウイドがあったりとか。ウイドでもね、まとわってくるウイドじゃなくて、しっかりした硬いウイドがいいですわ。もしくは、やっぱり岩、砂利とかがあるエリアね、ある岬、そういうところの両サイドをね、狙っていった方がいいと思います。あとはね、ワンドってまあ単純に、また図書いたやつをここに貼ってきますんで、ワンドって普通に、まあ、丸いとしときましょうか。そしたら絶対に入り口があるでしょ。ね。入り口ってやっぱり張り出してるんですよね。その張り出してる両脇に、やった方がいいね。入ってきよるバスを迎撃するっていう感じ。そんな感じですね。僕がよく狙うポイントは。で、やっぱりこの、ヘビキャラの強みは、やっぱり遠投できるっていうこと。これがね、やっぱりおかっぱりではもう、まあ、ボートでやってる人もいるんですが、おかっぱりではね、ものすごく、強いんで、やっぱり誰も届かんところにバスおったりするんですよ。経験ない人はあれですけども、冬ね、夜はワカサギがね、シャローにいるんだけど、その時は、夜のシャローは、ブラックバス結構釣れんねんね。意外と寒いけど。冬の。ですが、日がね、朝方なって、お昼になったらね、ワカサギがディープへ移動するんですよ。そしたら、それに伴ってバスも移動しよるんで、だからそれにはヘビキャロがいいんですよね。
ですんで、どういうワームを掘るか言うたらね、こういう3インチワームですよ。こういう3インチワームを遠投できるんで、すごくいい。こういう、例えばシャットテールとかね。こういうやつね。こういうやつを遠投できるんで強い。4インチでも大丈夫ですけども、ぜひね、真冬のヘビキャロやってみてください。めっちゃ釣れる時来るんで。時間かかるけど、ええの釣れますよ。いい時はね。これであんまりちっちゃいの釣ったことないな。はい。あとは時期にもよりますけど、やっぱり今やったら、ブルーギル。はい。冬でもオールシーズンいいですけども、これはOSP さんの SS ギルやけど、ギル系もいい。やっぱりフラットワームで、スパイラルホールしてくれたりするんで、すごく釣れますね。ヘビキャロのワームで。はい。で、問答無用なのがクローワーム。これは例えば、ダイナゴン。ね。ボリュームのあるやつ。もしくは、こういう、ホックワームね。これは、バークレーの、バルキーパワーホックス。これ4インチやけどね。こんなんもいいね。こういうパーツがついてるやつは、オールシーズン使えますけども、いいのはやっぱりエビがいっぱいいる時期。これからいいですわ。6月、7月とか。春から使えますけど。で、やっぱりあと、スティックベイト。ね。はい。スティックベイト。言いましょうか。スパイラルホールとか、ボトムジャークとかするときはこういうブルーギルをよく使います。ちなみに。はい。で、これは3インチはだいたいもう、ズル引きですかね。多いですね。ほんで、ジャークしたとき、ね、それはこれですわ。線香とかこういうスティックベイト。皆さんが好きなスティックベイトでいいですよ。いいんで、ちょんちょん止める。ちょんちょん止める。には本当に威力を発揮してくれるんでおすすめ。で、クローワームも、ずる引き。ちょんちょん、ちゅーちょん、ちゅーちょん。ずる引きがいいし、ボトムジャークもいいですよ。いいんですが、いいです。リウトホールもいいですよ。いいんですけど、いいです。あとはね、ロングワームもいいですよ。ロングワームもいい。はい。こういうのね、ロングワームのヘビキャロのワッキーもいい。ヘビキャロでワッキーでみたいな。ちょっと、ほんまはちょっとね、違う針なんだけども、オフセットで勘弁してくださいね。はい。ヘビキャロでワッキーね。いいですよ。こうやって探ってくれるんで。今やったらいいんじゃないですか。これからのシーズンは。ヘビキャロでワッキーってあんまりね、やってる人見たことないけども、やってる人いると思いますわ。これもすごくアピールできるんで、もう今からの、アフターシーズン、もうすごく効きます。で、やっぱ、で、キャロライナヘビキャロは、広範囲に探ってくれるんで、本当におすすめ。はい。はい。あとは、そうやね、ホールしたいと。ホールを中心に狙いたいときは、僕はやっぱグラブ。なんでか言ったらテールがついてるから。ヒラ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 ってホールしたときにヒラ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 って折ってくれるんで、リフトホールしたときはフューって離すとね、グラブがフワ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 ってテールが折ってくれるから、すごく食う。ですんで、やっぱり皆さんね、ワームによってアクションをいろいろ変えてみてください。またいろんな発見者がね、紹介させていただきますけども、今やったら流行りのもじゃもじゃ系、クジャラとかサイコロラバーとか、小池シュリンプとかね、ああいうのもいいと思います。あれでヘビキャロしてるの見たことないな。
ちょっとまたやってみたいと思います。はい、そんな感じですね。遠投できてゆっくりじっくり吊るすのにはもうもってこいなんで、釣れるんで、ほんまにおすすめ。このね、セッティングはね、難しい思う方はね、もうこのままのセットとか売ってますんで、そうやったらすぐできますので、難しく考えることないです。はい。三つ股キャロやったらね、もうシンカーの重さ肝心とバスがプワーって引っ張ってきますわ。そうやったらね、あれやったらね、当たりもわかりやすいんで。はい。ちょっと付け加えで忘れてました。リーダーの長さなんですが、大体ね、僕の場合ですよ。皆さんはどうかはしませんけども、プロの方もいろいろあるしね。大体まあ40センチから1キロやってますね。リアクションを多くしたいときは短め。まあ40センチ、30センチかな。まあこれぐらいかな。で、まあ70センチ、普通やったらまあ70センチぐらいかな。で、広範囲に探りたかったら、1キロ取ります。1キロ。まあ大体110。まあ、こう伸ばして、この距離で大体110。まあ、手が長い人やったらもっと長いと思うけど、大体1キロやと思ってください。1キロっていうのはまあ伸ばして、1キロね。まあ、測ればいいんですけど、まあ、ズル引きホール主体やったら、まあ大体70から110取ってます。リアクションをしたいと、ふーっと、したいときは、大体40、30とかやりますね。それをね、ハイパーキャロライナって言うんですけどね。あとはまあ、巻きキャロはまあ70センチぐらいかな、みたいな感じ。はい。それはまあリーダーは参考にしてみてください。まあ皆さんでまた、ね、こんなリーダー取っても釣れましたよとか、あったら教えてください。僕も勉強になるんで、またね、いろんな発見したら紹介させていただきますんでね。はい、ありがとうございます。